皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1162日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1100名、戦車1両、装甲戦闘車1両、砲銃1門、多連装ロケット1両、ドローン112機、その他車両179両となっていて、泥濘期入り前の天候が安定している間に、バイク化攻撃、自動車化攻撃というべき非装甲車両による攻撃を積極的に行っています。戦線全体では178回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシアの3日間の休戦の意図について様々な憶測、分析がなされています。5月9日のモスクワのパレードでは、セルビア軍の部隊がパレードに参加し、セルビアのブチッチ大統領とスロバキアのフィコ首相が訪問すると報じられています。イギリス国防省の定期報告では、アメリカの和平合意に前向きな素振りを見せ、ウクライナの長距離攻撃を控えさせ、前線の状況を悪化させたくない意図があると分析しました。一方、ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ氏は、やや異なる見方を示し、ロシアは1日間のイースター休戦期間中に地雷除去を行い、損傷した装備を回収し、部隊の入れ替えと補充を行い、弾薬を補給し、偵察を実施した。今回は、この3倍のことを行うことになると指摘したほか、5月の攻勢のために後方に集積したオートバイ5000台を前線に安全に送り、その後、大規模な突破を行うと大規模攻勢を予測しました。2番目。フィナンシャルタイムズがトランプ政権の当局者がロシアとの接触後に欧州とウクライナの当局者に語った話として伝えるところでは実現できるものは何もなく和平合意の可能性はゼロだとのことです。このことについてドイツ国際安全保障研究所のクルーゲ氏はロシアは要求を全く変えず妥協する用意はない。ロシアにとってウクライナの非軍事化が全ての合意の鍵となるだろうと指摘し、数ヶ月以内の停戦実現はないとしました。また、ウクライナの国防大臣顧問のコピトコ氏は、プーチンはアメリカとトランプに無能のレッテルを貼り、5月9日以降は一段と攻勢を強めるだろうと指摘し、ウクライナ安全保障協力センターのクザン所長も、同様にトランプの権威を失墜させ、その後ロシアが出す最後通牒にトランプを従わせようとするものだと分析しました。3番目。ロシアの経済学者のシルヤエフ氏は、ロシアにあるアルファ銀行の上級アナリストが、ロシアのウラル産原油が3年以内に40ドル以下になると分析したことについて、ロシア経済は存続しないだろうと評しました。同氏は、市場のアナリストは、幾度オンに、原油安の時代に突入すると宣言している。この価格では、ロシアは石油を掘れば掘るほど赤字となり、原油の輸出を止めることになるだろう。老朽化した設備は二度と復活せず、ロシア政府は歳入の3分の1が消え、1980年代のソ連の崩壊と、1998年のエリツィン大統領の失脚以上のことが起きる。同時かもしれないと論評しました。ということは、5月のオートバイ攻勢で、オデーサとキーウを占領し、ウクライナを非ナチ化、非軍事化させなければ、ロシア最後の攻勢になるのでしょうか？それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。
その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案から、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、晴れ。最高気温20度、最低気温9度。今日の天気予報は曇りとなっています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で15回、ハルキウ方面では9回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面で、ルシアン軍の公式発表では、クルスクからウクライナ軍が追い出されたことになっていますが、今日も地上戦は継続しています。1番目。ウクライナ側のビルボディでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが穴から這い出て前進しているのが確認され、ウクライナ軍がドローンで観察しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第67機械化旅団のもので、地図の付近の様子となっています。映像では、ルジアンが穴から穴へ移動している様子が確認できます。戦況図では、この場所まで係争地を拡大させ、2.7 キロの範囲でルジアンが占領したとして更新しました。それ以外のオレシュニャ、ゴルナルでは、戦況図に変化はなく、ルジアンの攻撃は前進につながっていません。ベルゴロド方面。デミドフカでは、ルジアンが走って、ウクライナ軍の防衛線を突破しようとしていますが、あまりにも単純な突破のために失敗が続いています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225突撃大隊のもので、森林から抜けて前進する2人のルジアンの様子となっています。映像の周囲には、すでに地面に召されたルジアンの亡骸が複数確認でき、まさに屍を乗り越えて突撃を行う様子となっています。突破したルジアンは、ウクライナ軍のドローンにより個別に撃退されています。この攻撃は撃退されましたが、ウクライナ軍の防衛線がこの場所になっていることが判明し、その他の情報も考慮して、戦況図では、デミドフカのほぼ全体をルジアンが奪還したとして更新しました。面積は2平方キロになります。それ以外では、未確認の情報として、その南のプリレシエは、ルシアン軍が奪還した可能性があり、こちらは確認できれば再度更新します。ハルキウ方面。この方面では、ボフチャンスクとその東のボフチャンスキークトリで地上戦の報告があり、これまでティケと伝えていたものがその 1.3 キロ南の集落に変わりました。詳細は不明ですが、ルシアン軍が前進した可能性があり、情報が入り次第報告します。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では7回、スバトベクレミンナ戦は18回、シベルスク周辺では6回、チャシフヤール方面で10回、トレツクの方向で14回攻撃を行いました。ほとんどの場所で前進は確認できませんが、とはいえ安心できる状況ではなく、スバトベクレミンナ戦の不特定の場所では、ルジアンが集結し、1対10の兵力差がある場所があるとの情報があり、トレツクでは、ルジアンは歩兵と自動車化攻撃を継続し、光ファイバードローンの使用を増やしているとの報告があります。そのうち、トレツク方面のシカバルカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の場所に攻撃を行っていて、この場所がウクライナ軍の最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所のウクライナ軍陣地を観察しているところとなっています。戦況図では、この後方の道路は400メートルの範囲でルジアンが占領したとして更新しました。
南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で59回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で23回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、ポクロフスクから離れた郊外を中心に攻勢を仕掛けています。1番目。連日お伝えしているボディアーネドルヘでは、引き続き、ルジアンが戦力を集中させて攻撃を行っています。位置情報付きの映像によると、ルジアンは、インターチェンジの南西にある工場に突撃を行い、ウクライナ軍が反撃を行いましたが、今回は、その攻撃が読まれていたようで、ウクライナ軍の車両が破壊されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、その様子の一部となっています。また、別の情報も総合すると、ウクライナ軍は、新たに、後方の陣地に下がって、ドローンで防衛を行いつつあり、戦況図では、ベレジフカから、この工場までの一部をルジアンが占領したとして更新しました。面積は2平方キロになります。2番目。ポクロフスク南側のゼレネとシェフチェンコの間では、位置情報付きの映像によると、線路沿いにルジアンの姿が観察され、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のもので、地図の場所にいる3人のルジアンの様子となっています。第425スカラ大隊は精鋭の攻撃部隊ですが、今は防衛に回っている模様です。この付近は2週間前にウクライナ軍が奪還したところですが、戦況図ではその奪還地を縮小させ、係争地が600メートル拡大したとして更新しました。3番目。西側正面のウスペニフカでは、10日前はウクライナ軍が一部奪還したとお伝えしましたが、複数の情報でルジアンが再度攻撃を行い、集落の4分の3ほどを再占領したことが判明し、戦況図でもそのように更新しました。面積は1平方キロになります。4番目。その南10キロの地点にあるプレブラ戦火については、ルジアンが占領したとの未確認情報があり、その後、ルジアンがトロイツケに迫っていると伝えていますが、そうでないとの情報もありますので、こちらは確認が取れれば再度見直します。コスティアンティノピル方面。この方面で、ルシアン軍は、バハティルに狙いを定め、その足場となるコスティアンティノピル、ロズリフで占領地を増やしているとの情報があり、郊外でもバイク化、自動車化攻撃を多用しています。ウクライナ軍もロズリフに空爆を行い、ドローンで発見して撃退していて、今のところ戦況図に変更はありませんが、グレーゾーンが拡大し、緊迫の度合いが上がっています。ベリカノボシルカ方面。この方面では、ビルネポールに攻撃を仕掛け、集落で激しい攻防戦となっています。位置情報付きの映像によると、ルジアンはビルネポールに砲撃、誘導砲弾で攻撃を行い、その後、集落に突撃部隊が入りました。ウクライナ軍は、砲撃、クラスター砲弾、迫撃砲、ドローンで反撃しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第31海兵旅団のものとなっていて、ルジアンが北から集落に入ったところの様子となっています。戦況図では、集落の東側で、係争地の拡大として更新しました。後方地域。今日も、ルシアン領内で、不審な出来事が起きています。1番目。そのうち、前線から800キロ離れたニジニノブゴロドにあるサバスレイカ空軍基地と、その近くにあるジルジンスクの爆発物工場でドローン攻撃があり、地元当局では8機のドローンが撃墜されたと主張し、地元テレグラムチャンネルによると、8機のうち7機が撃墜され、2機のドローンが工場に向かい、従業員が避難しました。サバスレイカ空軍基地は、ルシアン軍の第4航空訓練試験センターとして運用され、ウクライナへの空爆を行っているほか、
工場では、砲弾や航空爆弾に使用される爆発物を生産しているとのことで、今月9日にも攻撃があり、その時は、2つの作業場と配管が損傷しました。2番目。また、その途中にあるリャザンにもドローンが飛来し、石油精製施設を狙った可能性があると伝えています。ここまでで、今のところ、損害の情報はなく、攻撃が成功すれば今後出てくると思われます。3番目。さらに、その途中のムーロムにある楽器工場では、敷地内で火災が発生し、情報によれば、2機のドローンが建物に損害を与え、720平方メートルの建物を全焼させた情報があります。この工場は花火工場としても知られ、ウクライナと EU の制裁対象となっているとのことです。4番目。映像などはありませんが、クルスクのリリスク郊外の建物にもドローン攻撃があり、弾薬庫からロシア軍の集結地だったとの情報があります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは10回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、ベリストカがロシア軍の軍人に行った調査によると、回答者の 72% が戦争の終結を望み、勝利のために戦争を続ける用意があると答えたのは、わずか 22%、戦死した同士の復讐のため戦争を続ける用意があると答えたのは、たった 2% だったことが判明しました。また、軍の 51% が、特別軍事作戦の目標は達成できなくても、ロシア軍の撤退に賛成すると回答しました。戦争がウクライナの非軍事化、非ナチ化を目的としていると答えたのはわずか 21% で、多くは領土獲得のため、ウクライナの権力交代のため、NATO との戦いの一環であると答えました。さらに和平交渉について反対するのはわずか 15% でしたが、この戦争がいつまで続くか聞いたところ、すぐに終わると回答したのが3分の1、1年以上続くと答えたのは半数以上だったとのことで、長期化する戦争に軍内部でも嫌気がさし、きしみが生じていることが判明しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。